トレーダーの皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる FX の世界を覗いてみましょう。今回のテーマはこちら。FX における手法とルール。この違いを説明できますか？手法とルールです。FX を経験したことがある方は、手法とルール、この言葉は聞いたことがあると思います。ご自身の手法はこれで、ご自身のルールはこれで、違いを説明することができますか？はい、今回はこの手法とルールの違いについてですね、詳しくお伝えしていこうと思います。大抵の方はですね、手法とルールをほとんど同じ、ないし、あまり意識せずにですね、手法とルールをごちゃ混ぜにしている方が多いと思います。あまり今まで意識してなかったわ。手法とルール確かにそうだな。それによって起きる弊害があるんです。じゃあその弊害は何なのかというとですね、実はこれなんです。自動売買だけで勝てると思い込んでしまう。勘違いしてしまうわけです。ここだけでというのがポイントですね。はい。自動売買はですね、うまく使えば最強のツールなんです。ただ、この自動売買だけで勝つとなるとまたちょっと話が違うんですね。はい。なので、これは手法とルールをごちゃ混ぜに考えているからこそ、自動売買だけで勝てるって考えてしまう。勘違いしてしまうんです。じゃあ、手法とルールの違いを説明するためにですね、そもそも FX の仕組みってどうなっているのかっていうところをお伝えしていこうと思います。まず、相場があるわけです。FX。外国為替証拠金取引ですから、外国為替という相場があるわけですね。こちらはもう皆さんチャートとかね、見たことあると思うんですが、無限にエントリーする機会があるわけです。ロングですね、買ったり、ショート、売ったり、または利確したり、損切りしたり、これはいつしてもいいわけです。つまり人によってほぼ無限にですね、チャンスがあるわけです。そこからですね、無限にあるトレードチャンスからですね、とあることをして減らしていく。さらにもう一段階減らしていく。で、最後に皆さん、こちらですね、お金として相場からお金をいただくということになっているわけですね。じゃあ、ここです。無限にあるところから減らしていく段階があるわけですね。じゃあ、この減らしていくために何が必要なのかというところです。一つ目、まずフィルターを挟むわけですね。一つ目のフィルターが実は手法なんです。つまり手法というフィルターを使って無限にある相場の機会、相場チャンスですね、トレードチャンスを減らしていくということになります。でさらにここからですね、2番目のフィルターを使うことによって減らしていくんですが、この2番目のフィルターというのが実はルールなんですね。なのでまず相場から手法というフィルターを使って減らす。さらにここからルールというフィルターを使って残ったものをお金として受け取る。これがそもそもの FX の仕組みだということになります。ここで具体的に見ていこうと思うんですが、はい、手法、一番簡単な例です。移動平均線を2本使った例ですかね。はい。なので、まずですね、ゴールデンクロス、デッドクロスあります。ゴールデンクロスしたらロング。デッドクロスしたらショート。はい。このような手法、これも立派な手法です。ゴールデンクロスしたらロングしましょう。デッドクロスしたらショートしましょう。これも立派な手法になります。じゃあ、ルールって何なのかっていうのはですね、はい、じゃあ皆さんチャートを今思い浮かべてください。チャート、はい。MA が2本クロスしました。ゴールデンクロスしました。はい、ロングしようかしまいかってところです。ここで使うのがルールなんですね。つまり、ゴールデンクロスしたけど、本当にロングするのしないのという判断。エントリーするもしくはしないの判断の部分。ここをご自身のルールを使って判断するということになるわけです。このルールが、私はデイトレーダーなんですけども、デイトレードでしたら時間管理とか、あとは通貨の強弱の判断とか、その他にもいっぱいあるわけですね。自分なりのルールをですね。はい。で、そのルールを使って手法上のエントリーチャンスが来たけど、本当にエントリーするしないの判断をルールを用いて判断するということになります。はい。ところでですね、皆さん、SNS、その他、情報媒体でですね、見たことがあると思うんですが、ルールは大事。
この言葉聞いたことありますよね。絶対誰しも聞いたことがあると思います。ルールは守んなきゃいけないんだよ。ルールは大事だっていうのは聞いたことがあると思います。じゃあ一方ですよ、手法は大事って聞いたことありますか？手法が大事だ。手法が何よりも大事だって聞いたことあります？誰も言ってませんし、どこにも書いてませんよね。はい。ここなんですよ。ここ。なので、相場はあくまでも手法はフィルター、第一のフィルターですね。手法を用いてチャンスを減らして、そこからご自身のルールを使ってお金を生み出すというものになるので、ルールが大事って言ってるのは皆さん、こういう理由があるからですね。手法については詳しくお伝えしていくんですが、はい。いろいろね、私なりの考えがあるんですけどもね、手法についてはまた別な動画でお伝えしていこうと思いますので、お楽しみという形ですかね。はい。じゃあ一方ですね、自動売買って何なのっていうところをまたちょっと深掘りして考えていきたいと思います。自動売買、何でしょう？実はですね、ここです。自動売買、パン。ゴールデンクロスしたらロングしましょう。デッドクロスしたらショートしましょう。これを全部自動でやる。プログラムを組んで自動でやるっていうのが自動売買になります。つまり、手法、自動売買は手法ということになるんですね。はい、このプログラム、MA がゴールデンクロスしたらロングしてくださいっていうプログラムを書きます。はい、デッドクロスしたらショートしてくださいっていうプログラムを書くわけです。で、それ通りに毎回ロングする、ショートする。ゴールデンクロスしたらひたすらロングする。とかっていうプログラムをどんどん自動で行う。これが自動売買。いわば自動売買っていうのは手法なんですね。また、この自動売買についても深くお伝えしようと思うんですが、一方でですね、自動売買と、反対としてね、使われる言葉として裁量トレードって言葉があると思いますが、じゃあ裁量トレードって何なのかというとですね、はい、実はここなんですね。はい、ルールでエントリーするしないを判断します。はい、これが裁量なんです。つまり裁量、ご自身の判断ということですね。裁量トレード。チャンスは来たものの本当にエントリーするのかしないのかっていうのを裁量、ご自身の判断でするトレードのことを裁量トレードというわけです。なので裁量トレードっていうのはルール、裁量ですね。裁量というのはルールということになります。ここでですね、手法とルールをごちゃ混ぜに考えている方は、じゃあもう区別ないわけですから、自動売買だけで全てお金まで生み出すことができる。自動でね、全部自動売買に任せれば利益を出すことができるんだと勘違いしてしまうのがここなんですね。手法とルールはあくまでも別です。なので自動売買でも、あくまでも人間が書くプログラムですから、はい、数式で書けるわけです。これもちょっと脱線しますけども、最新の科学ですね、経済物理学という分野で相場を物理学、数式では表現しようという分野があるわけなんですが、そちらでも最新の科学をもってしてでもですね、今のところ、今の最新の科学では、相場自体、すべての流れをですね、数式で書くことはできません。できていません。つまりこれは何を意味するのかというとですね、自動売買だけでは相場を読み取れない。つまり利益を得ることはできないと言ってるわけです。自動売買だけではっていうことですからね。はい、数式で表せないので。逆にですよ、自動売買だけでずっとこれから永遠利益を生み出すようなことができるのであれば、そのトレード結果と数式、こういうふうにプログラムを書きましたっていうのをですね、もう東大やら東京工業大学、東工大やらに持ってってですね、こういうプログラム書きました、どうでしょうかって言って、その数式が合ってるってなったらノーベル賞ものです。ブラック・ショールズモデルに並ぶようなノーベル賞ものだと思いますので。はい、なので、自動売買っていうのはあくまでも今の科学では手法ということになります。なので自動売買のシステムを理解した上で、この自動売買を稼働させるのかさせないのか、このルールですね、この判断、最低限のルール、自分で裁量が必要になるというわけです。ここを勘違いしないでください。はい、ちょっと一回画面きれいにしまして、はい、相場無限にあるトレード機会から第一の手法というフィルターを用いて減らすわけですが、ここで減らす目安としてですね、はい、勝率が50%、以上、もしくは RRR、これリスクリワードレーションのことですね。損切り幅と利確幅の比ですね。なので、リスクリワードレーションが1対1以上を目指すということになります。ここは AND ではありません。OR です。
ここはトレードスタイルによって多少違います。例えばスキャルピングとかであればね、もうちょっと勝率が高い、手法でもいいですし、はたまたスイングトレードとかであれば勝率が低くてリスクリワードが高い。それはバランス。それ自身はご自身のトレードスタイルによって多少手法も変わりますからね。はい。で、さらにですね、第2のフィルター、ルールというフィルターを用いて、さらにここからトレード機会を減らしていくわけですね。つまりご自身のあったように勝率を 50% だったものが 60% だったり 70% だったりに上げると。もしくはリスクリワードレシオ1対1だったものが1対 1.2 とか1対2とか1対3とかにどんどん上げていく。そういうふうにすることによってお金を得ることができるというものになっています。はい、ここまでの流れをですね、簡単にまとめさせていただきます。まとめるとこんな感じです。はい。今まとめますよ。FX は相場から手法とルールというフィルターを通して抽出したもの、最後に残ったものですね、をお金として享受するもの、つまりお金として受け取るというようなイメージでいいかと思います。なので、FX でお金を稼ぐというのは手法とルールがしっかりと必要だよということを皆さんしっかりとイメージに覚えておいていただけたらなと思います。はい、ここまで見ていただければですね、はい、今まで手法とルールなんとなく考えていたものをですね、しっかりと手法とルールは違うんだというふうに認識できたと思います。もう FX のトレードをされた経験がある方は、ご自身の手法はこれで、自分のルールはこれだって説明できるようにしましょうね。書き出してみたりすると、また新たな発見があるかと思います。また別なSNS で情報発信している方の、この人の手法はこういう手法で、この人のルールはこんなルールなんだな、面白いなとかっていう発見があるかと思いますので、ぜひそういう視点で見てみると面白いかと思います。ここでですね、皆さん FX はお金を稼ぐためにやってるわけですね。じゃあ手法というフィルター、ルールというフィルターはどうやって作ればいいのか、これ気になりますよね。はい、このフィルターの作り方をですね、説明していきます。ということで、これはですね、また次回お楽しみにという形になります。ありがとうございました。ようこそ FX デイトレ研究所主催のダンスフロアへ。中央モニターでは動物たちが思い思いのダンスを踊ってくれています。早速ですが、クイズコーナー。問題。この動画のオープニングの中で左モニターに表示されない言葉はどれ？ 1. ランダムウォーク理論。2. 正規分布。3. 家族が一番。答えはオープニングをよーく見て確認してみてください。ということで、最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。